皆さんこんにちは、たかちです。動画を見ていただいてありがとうございます。今回は前回の動画に引き続き謎の水草後編ということで、謎の水草を撤去して更地になった後、いよいよ水草を植えていこうかというところなんですけれども、その前にまずは汚れた水槽を少しきれいにしていきたいと思います。中間層に生えている謎の水草、こちら小さいバージョンなんですけれども、こちらもですね、ゆくゆくは全て撤去していきたいと考えております。そもそもこの謎の草って何ていう名前の草なんでしょうかね。主にネットで購入できるっていう風に思っているんですけど、かなりの量が流通しているかなと思います。コメント欄でも購入した経験のある方が多くて、とてもびっくりしました。結構安価な種だったので手も出しやすかったのかなと、私はそうだったんですけど、で結果的に一瞬だけ絨毯になって、あとはもうどんどん成長していって、もうついには手のつけようがないという感じになってくるんでしょうか。何はともあれ、我が家ではちょっと合わなかったので、これからは根絶させていきたいと思います。はい、それではいよいよ後継層を植えていきたいと思います。その種類はなんとこちら、ショートヘアグラスでございます。パッケージにはヘアグラスショートと記載されておりますが、何か違いがあるんでしょうか。私は、ショートヘアグラスのつもりで買ってきました。こちらはですね、トロピカ社のワンツーグローというブランドでございます。組織培養されていまして、無農薬で貝などの、生物も入っていないということで、安心して使うことができます。組織培養のため根っこにゼリー状のものが付着しているので、そちらを洗い流してざっくりと少し大きめに株分けをしてみました。ショートヘアグラスを植える際にどうしても散らばりそうだったので、私は親指よりも少し太い株でもうザックザク植えていこうと思います。そんなんで本当に育つのと思っている方いらっしゃると思いますが、私の今後の経過をちょこちょこ載せるので、そちらを参考にしていただけるといいかなと思います。はい、ひとまず水槽はこんな感じで完成いたしました。なんとかまとまったかなと思います。はい、次は自作の発
酵式 CO2 発生器を作りたいと思います。最低限必要なものとしては、ペットボトル、砂糖、イースト菌、チューブ、逆流防止弁、そしてエアストーン、こちらがあれば簡単にできちゃいます。ざっくりとした分量をお伝えさせていただくと、500ml のペットボトルを使用した場合、砂糖 100g、イースト菌 1g、こちらを使用します。そしてお水の量は 400ml、1杯1杯まで入れてしまうと発酵した際に少しかさが増すので溢れ出る可能性があります。なので8割または9割ぐらいのお水の量にとどめておくのが理想です。慣れてくると測らなくてもざっくりの量でだいたいできちゃうのがこの発酵式のいいところです。このイースト菌も 1g と言いましたが、私の持っている測りだと 1g なのか 2g なのか、なんか乗せてもあんまり反応が良くなくて正確な分量が測れないので、もう目安でふわっと入れておりますだいたいですね、ペットボトルの水面にふわーっと全体に広がるぐらいがだいたい 1g ですもう結構ざっくりなんですよね。もうそれぐらいで大丈夫です。 1g も 2g もあんまり変わらない。なんでこんなにざっくりなのかって言いますと、その日地域によっての気温で発酵のスピードって結構様々なんですよね。やっぱり温度が高ければ高いほど発酵のスピードは速くなりますし、低ければそれだけ発酵のスピードは遅くなります。なので冬場なんかだと発酵のスピードは結構遅くなったりしますので、作成する時にぬるいお湯を使うとうまくいく可能性があります。高温だとイースト菌が死んでしまうので、それはやらない方がいいです。なので日によって私は寒ければ砂糖やイースト菌の量を少し多めにしたりしているので、この 400ml の中に入れるイースト菌と砂糖はこの量ってバチッと決まった数字はないかなと思っています。ちなみにイースト菌使い切れない場合はこうして密封して冷蔵庫の中に保管しておくといいそうです。はい、次はチューブ部分の説明をしたいと思います。この水色のものは100均に売っているサンウェイサッシブラシというもののこのキャップの部分だけを使用したものです。中のゴムパッキン少し穴が小さいのでハサミで切って穴を広げました。なかなか使い勝手が良くてペットボトルとチューブの接続にぴったりなんですよね。以前はキャップに穴を開けてそこにチューブを差し込んでいたんですけど、漏れの防止につながるのでこちらをおすすめします。そして、逆流しないように逆流防止弁をつけないといざとなった時悲惨なことになります。こちらのストーンはどのストーンだったか忘れてしまいましたが、できればより細かい泡が出る二酸化炭素用のストーンをおすすめしております。ちなみにこちらの水色のキャップなんですけれども、一時ですね発酵式界隈でこれはいいと絶賛された道具らしいんですね。なので私もその情報にあやかって使用したところ本当に使い勝手がいいので、もうこれは手放せそうにありません。本当におすすめです。はい、この日の気温は32度。だいたいこの暑さの中でおおよそ30分ほどで中の圧力が高まって発酵が進んできましたので、ペットボトルのキャップを付け替えていよいよ水槽内に設置していきたいと思います。はい、エアストーンの設置場所なんですけれども、基本的にどこでもいいとは思うんですが、ただ一つ注意なのが、水を吸い込むタイプの外掛けフィルターのような、フィルターを使っている場合、吸い込み口の近くにエアストーンを設置してしまうと、せっかく発生した二酸化炭素がお水ごと吸い込まれていってしまうので、水槽内に十分な二酸化炭素が行き渡らない可能性があります。なので設置する際は吸い込み口とは対角線上の場所に設置してあげると、より十分に二酸化炭素が水槽内に拡散されていくかなと思います。ちなみに発酵が順調に進んでペットボトルの中の圧力が十分に高まってくると、ペットボトルをギュッと押した時にブワッと
二酸化炭素が一気に噴き出してきます。発酵がまだ十分でない場合はペットボトルを押しても二酸化炭素が出てくることはないかなと思います。その際はペットボトルを少し温めたり、または砂糖やイースト菌の量を追加してみるといいかもしれません。はい、設置してからおよそ6時間後、ペットボトルを押さずにやっと自然に CO2 が出るようになってきました。発酵スピードが逆に速すぎてどんどん二酸化炭素が出てきてしまって、ちょっと量が多すぎるっていう場合は、塩や重曹を入れてあげると発酵スピードが緩やかになるのでおすすめします。はい、こちらが翌日の様子なんですけども、水草から気泡がいっぱい出てるのがわかるかと思います。こうして見てみると二酸化炭素の粒が大きいようには見えますが、安心してください。チューブの後ろをよーく見てみると細かい泡も出ているので、これはこれで順調かなと思っています。これで水草がどれだけ元気になるのか、今後の様子をちょこちょこ報告させていただければと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたね。バイバーイ。